先日、モブから投稿された1枚の画像。実はこの画像には、今後の展開に関わる重要な示唆が隠されている可能性があります。チャプター5の発売から1ヶ月が過ぎ、資料や時系列の整理も一段落したそのタイミングで、突如として YouTube に投稿された公式グッズストアの更新、そしてチャプター1を彷彿とさせる画像。この一連の動きは、単なる告知や演出として片付けていいものなのでしょうか。もしこれが意図的に仕組まれたものであるなら、そこには明確な意味があるはずです。今回は、この投稿に隠された裏について考察していきます。ロングサイドアウティマルズ発売。公式ストアの更新が行われたのは、公式 X で2月22日でした。そこではロングサイドアウティマルズのぬいぐるみや多数のアパレルが販売されています。また、以前の販売サイトも引き続き存在しており、過去のグッズも購入できる状態です。なぜストアが2つ存在しているのかは不明ですが、このサイトを宣伝するために、モブは動画を投稿しています。タイトルは使用禁止のコマーシャル、つまり世に出ることのなかった反則用 CM という設定です。ゲーム内でもロングサイドアウティマルズは実際に計画されており、試作品として存在していた可能性があります。ラボではアイテムとして登場していることから、企画自体はかなり進んでいたと考えられます。デザインは通り、グッズも制作され、子役を起用した CM も撮影されています。さらにストア用のコマーシャルまで用意されていました。それにもかかわらず、販売には至らなかったのです。それはなぜか、その理由として考えられるのが、フォーカステストの結果が悪かったことと、レースが気に入らなかったからです。以前の考察から、ロングサイドアウティマルズの計画時期は1980年代である可能性が高いと考えています。ジェフリー・ダーマーという名前だけでは、時期の特定は難しく、この名前単体で年代を断定することはできません。しかし、モブが子役を起用している点や、会話の中で悪魔的であるという表現が使われている点に注目すると、当時の社会背景との一致が見えてきます。1980年代のアメリカでは、いわゆるサタニックパニックと呼ばれる社会的な不安が広がっており、子供に対する外部からの影響に強い警戒感が向けられていました。さらに、この時期には保育施設に関連する大きな冤罪事件も発生しており、社会全体が過敏になっていた時代でもあります。このような背景を踏まえると、フォーカステストにおける保護者の反応は、単なる過剰反応ではなく、当時としては自然なものだったと考えられます。また、動画の説明文において、あえて古いプレイタイム社のプロモーションテープであると明記されている点も重要です。これらの要素を総合すると、この計画が1980年代に位置づけられる可能性はより高まります。さらに、スペンサー氏の解説動画では、未使用シーンの一つとして、ハギーの手の一部が不自然に隠されている場面が確認できます。この部分は本来、マジックテープ、いわゆる糊が見える位置ですが、それを意図的に隠しているように見えます。糊が確認できれば、1984年以降という時系列の特定につながる可能性があります。それにもかかわらず、この部分だけが不自然に隠されている。つまりこれは、時系列の特定を避けるために情報を制限している演出である可能性が考えられます。刷新されたチャプター1。次に、モブのチャンネルが、チャンネル登録者500万人を記念して投稿した内容です。背景には、チャプター1で見覚えのあるハギーがいるロビーが映っています。しかし、よく見ると違和感があります。プレイタイム社の看板、ハギーの紹介看板、そしてハギー本体のデザインまでが明らかに異なっています。単純に考えれば、これはチャプター1のリメイク、あるいはグラフィックの刷新にも見えます。しかし、シリーズが完結していない段階で、そのためにリソースを割くでしょうか。さらに、現在進行中のチャプター6に加え、別タイトルの存在も示唆されています。この状況を踏まえると、このシーンは単なるリメイクではなく、別の意図を持った演出である可能性が高いです。では、なぜこのタイミングでチャプター1なのか、ここに違和感があります。特に重要なのが、看板の変化です。プレイタイムの看板だけでなく、ハギーの紹介看板まで変更されています。これは単なるグラフィックの向上におけるデザインの刷新では説明がつきません。デザインそのものが異なっているからです。ここから考えられるのは、このロビーが同じ場所でありながら、別の時代を描いている可能性です。以前の考察でも、このハギーの看板は過去のものではないかと指摘しました。その理由は、2005年時点の看板とデザインが一致していないためです。さらに、プレイタイムの看板は全体的に汚れており、その質感も気になります。一見すると、工場閉鎖後の経年劣化のようにも見えます。しかし、それだけで説明できるでしょうか。ここで仮説を立てます。
チャプター1と比較して看板の汚れ方やデザインが古いことを考えると、この場面は少なくとも1995年より前の時代である可能性があります。つまりチャプター1のロビーは一度作り直された後の姿であり、今回の画像はその前の状態を示している。このように考えると全ての違和感が一本につながります。さらに先ほどの古いコマーシャルの公開タイミングとも一致しており、両者には過去という共通点が生まれます。検証では、プレイタイムの看板はいつ頃から存在し、どれくらいの期間であのように変化したのか、遡ること1976年、エリオットズエクスプレスで流れる映像、プレイケア建設時から使われていたと考えられます。少なくともエリオットのビデオでは、現在のロゴに近いデザインが確認できます。これ以上古い時期でのロゴは確認されていません。つまり、遅くても1995年に新しい看板へ作り直されたと仮定すると、約20年の間、このプレイタイムのロゴの看板は使用されていたことになります。20年という期間を考えれば、看板が汚れて見えるのも自然です。劣化した看板を新しくするという判断は、企業としてごく一般的な流れです。ハギーの紹介看板についても、1984年の発売以降、1995年のロゴ更新のタイミングに合わせて、デザイン変更が行われたと考えると整合性が取れます。では、本当に看板は交換されたのでしょうか。そのヒントとなるのが、チャプター2で登場した倉庫です。ここには、プレイタイムの看板と思われるものが保管されています。一見すると、看板の予備のようにも見えますが、よく見るとプレイタイムの表記に違和感があります。本来は I である部分が O になっているため、スペルミスの状態で製造された看板である可能性が考えられます。このことから、この看板は実際には使用されず、別の正しい看板が用意されたと見ることができます。つまり、現在設置されている看板は、この看板より後に製造されたものである可能性が高く、ロゴ看板が一度作り直されているという流れが見えてきます。この前提に立つと、長期間使用された看板が劣化する。その後、新しい看板へ更新される。という流れが自然に成立します。このように整理すると、今回のロビーに見られる看板の状態は、閉鎖後の劣化ではなく、工場運用中の長期使用による変化と捉える方が整合性が高いです。また、この I と O のスペルの違いから、従業員の中でもこうしたミスが起こりうる環境であった可能性も見えてきます。この点を踏まえると、手紙の送り主についても、字が汚い大人である可能性は十分に考えられます。さらに、この O という文字は形としてゼロにも見えることから、物語構造的にはチャプターゼロのような前日譚を連想させる要素とも捉えられます。ただし、これはあくまで象徴的な読み取りの一つであり、現時点で明確な根拠があるわけではありません。それでも、一連のチャプター1を想起させる投稿の流れを踏まえると、この看板の違和感自体が何らかの意図を持って配置されている可能性は十分に考えられます。つまり、この違和感は単なるミスではなく、視聴者をある方向へ誘導するための動線である可能性が見えてきます。古いコマーシャル、デザインの異なるロビー、ロゴや看板の違い、これらはすべて過去という共通点でつながっています。つまり今回の投稿は、チャプター1以前の時代へとつながることを示唆しているのかもしれません。この動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。